歯ブラシが老人の頭に深々と突き刺さっていたのだ。同室の入院患者が凶器を手に立ち尽くす中、病棟は静まり返っていたのだ。それって病院の中で起きたことなの？恐ろしいことに、病院はその死を警察に報告しなかったのだ。8時間も内部告発によって初めて事件が発覚したのだ。隠蔽したってこと？信じられないわ。さらに遺族に渡された死亡診断書には肺炎と書かれており、本当の死因である頭蓋内損傷と失血は一切記されていなかったのだ。その診断書に署名したのは認知症の疑いで自ら入院中の医師だったのだ。なぜこの病院では患者の死が組織ぐるみで別の病名に書き換えられていたのか、その闇の深さをこれから明らかにしていくのだ。青森県八戸市にある道のく記念病院、そこでは患者の死が当たり前のように書き換えられていたのだ。押収された死亡診断書は200枚以上、そのうち死因の7割が肺炎と記されていたのだ。200枚以上？それって1人や2人の話じゃないわよね。この病院を運営していたのは医療法人京臨会理事長は石山隆被告、弟の石山聡被告が医師として勤務していたのだ。兄弟が中枢を握る閉じた組織だったのだ。家族経営の病院ってことね。外部からの目が入りにくい構造だったのかしら。その通りなのだ。さらに立ち入り検査は3ヶ月前に日程が通知される仕組みで、不正を事前に隠す余裕が病院側にはあったと報じられているのだ。検査が抜き打ちじゃないなんて、それ自体がおかしいわよ。組織の中で特に異様な役割を担っていたのがミトリーと呼ばれる人物たちなのだ。少なくとも3人いたとされ、患者の死亡診断書に名前を使われ続けていたのだ。ミトリーって何なの？正規の担当医とは違うの？関係者の証言によると、ミトリーの一人は認知症の疑いで自ら入院中の医師で、字も書けない状態だったそうなのだ。実際には2人羽織で別の人間が署名を代行し、それが院長の指示だったと語られているのだ。入院している医師に死亡診断書を書かせていたってこと？もはや犯罪組織じゃないわ。その慣行は常態化しており、複数の医師の名前で書かれた診断書が200枚以上積み上がっていたのだ。これは一件の隠蔽ではなく、組織として長年続けられた構造的な不正だったのだ。その診断書を受け取った遺族たちは本当のことを知らないまま家族を送り出したのね。被害者の高橋郁悦さんは当時73歳で、認知症の治療のためにこの病院に入院していたのだ。入院前は穏やかな人柄で、家族と静かな老後を過ごしていたと伝えられているのだ。病気を治すために入院したのに、病院の中で命を奪われてしまったのね。高橋さんが入院していた病棟は複数の患者が同室で生活する環境で、個々の状態を細かく管理する体制が十分ではなかったと関係者は語っているのだ。管理が行き届いていない環境に認知症の患者を入れていたってことよね。病院としての責任を全く果たしていないわ。2023年3月、その夜の病棟は普段と変わらない静けさに包まれていたのだ。薄暗い廊下に沿って並ぶ病室では、複数の高齢患者が同じ空間で眠りについていたのだ。そんな場所であの夜に取り返しのつかないことが起きたのね。この後、事態は急転するのだ。加害患者は同室だった高橋郁悦さんのそばに近づき、手にしていた歯ブラシを握り直したのだ。そして高橋さんの頭部めがけて繰り返し突き立てて、その場に倒れ込んだ高橋さんがもがく声も静寂の病棟に吸い込まれていったのだ。高橋さんは床に崩れ落ち、周囲には血の跡が広がっていたのだ。看護スタッフが異変に気づいた時には、高橋さんはすでに意識を失っていたのだ。死亡が確認されたのはそれから間もなくのことで、実際の死因は頭蓋内損傷及び失血だったと後に明らかになっているのだ。しかし病院はすぐに警察へ通報することなく、8時間ほどの沈黙が続いたのだ。胸が締め付けられる思いね。発覚のきっかけは病院内部からの通報だったのだ。警察が捜査を進める中で、遺族に渡されていた死亡診断書に肺炎と記載されていたことが判明したのだ。殺されたのに肺炎だなんて、遺族への冒涜よ。どれほどの思いでその書類を受け取ったか考えただけで怒りがこみ上げてくるわ。その診断書に署名していたのは当時道のく記念病院に認知症の疑いで入院していた医師、いわゆるミトリーだったのだ。関係者の証言によれば、その医師は自分では字が書けない状態で、まるで二人羽織のように別の人間が手を添えて書かせていたと語っているのだ。入院中の認知症の疑いがある医師を使って虚偽の死亡診断書を書かせていたってことを組織的に準備されていた仕組みだったのね。ミトリーは少なくとも3人いたことが明らかになっており、押収された診断書は200枚以上に上り、死因の7割が肺炎と記載されていたのだ。これは理事長石山隆被告の指示の下で常態化していた組織的な犯罪だったと報じられているのだ。一人の患者を守るどころか組織ぐるみで何人もの死を隠蔽し続けていたなんて許せないわよ。2025年2月14日、医療法人を運営していた理事長石山隆被告が犯人隠避の疑いで逮捕され、
弟で医師の石山聡被告も共謀者として起訴されたのだ。2025年11月20日、青森地方裁判所は石山隆被告に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したのだ。執行猶予付きの判決、それだけの隠蔽をしておきながら実刑を免れたことへの疑問は拭えないわ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず考えたいのは、なぜ医療スタッフたちがこの組織的な隠蔽に加担し続けたのかという点なのだ。僕は最初から全員が犯罪に積極的だったわけではないと思うのだ。確かに最初から悪意を持って加担した人ばかりだったとは考えにくいわ。どうして止められなかったのかしら。組織犯罪の研究では最初の一歩は非常に小さな逸脱から始まるとされているのだ。今回だけ上の指示だから仕方ないという小さな妥協が積み重なることで、いつの間にか抜け出せない立場に置かれていくのだ。ミトリーに字を書かせる二人羽織の話にしても、最初に頼まれた人は断れる雰囲気ではなかったのかもしれないわね。まさにそこが確信だと思うのだ。院長という権威ある立場からの指示は医療現場では特に逆らいにくい構造があるのだ。指示に従うことが職務上の義務に見えてしまう点が組織犯罪の巧みさなのだ。権威への服従って心理学でもよく言われる話よね。自分が責任を取らなくていいと思うと人は驚くほど深く従ってしまうのよ。さらに怖いのは、一度加担してしまうと自分も共犯者という意識が芽生え、告発することで自分も罰せられるという恐怖が生まれる点なのだ。これが内部告発を極めて難しくさせるのだ。実際この事件が発覚したのも内部通報によるものだったけれど、それが死亡確認から8時間後だったことを考えると、どれだけ言い出しにくい空気が漂っていたかがわかるわ。そして自分は大丈夫、自分だけは流されないと思っている人ほど危険だと僕は思うのだ。組織の論理は徐々に浸透するので、自覚しないまま取り込まれていくことが多いのだ。自分は冷静に判断できると過信していると、気づいた時にはすでに深く関わってしまっているのね。僕はやっぱりこの病院の隠蔽体質は一夜にして生まれたものではなく、権威と恐怖と小さな妥協の積み重ねが長い時間をかけて組織全体を侵食した結果だと思うのだ。私も同じ見方をしてるわ。そしてだからこそ外部からの監視と内部告発者を守る仕組みがなければ、こういった犯罪は絶対に止められないのよね。次に、石山隆理事長という人物がどのような権力構造でこの組織を支配していたかを考えてみたいのだ。僕はカリスマ性というより金銭的依存と情報の独占が支配の柱だったと思うのだ。金銭的依存というのはスタッフが病院に収入を頼り切っていたということかしら。そうなのだ。ミトリーのように自らも患者として入院しながら診断書に署名させられていた医師がいたことを考えると、弱みを握られた人間を道具として使う構造が見えてくるのだ。恐怖と依存を組み合わせた支配だったと僕は思うのだ。弱い立場の意思を利用して違法行為を肩代わりさせるなんて卑劣としか言いようがないわ。そしてなぜこの組織が長期間にわたって摘発されなかったかという点だが、立ち入り検査が3ヶ月前に日程を通知されていたという事実が象徴的なのだ。これでは不正を隠す時間を与えているも同然なのだ。抜き打ちでもなく事前に知らせる検査では形骸化するのは当然よね。行政の監視体制そのものに根本的な欠陥があったということだわ。また遺族に虚偽の死亡診断書が渡されてから警察が医師法違反の疑いで動き出すまで約1ヶ月、理事長逮捕まで実に2年近くかかっているのだ。この時間の長さ自体が捜査の優先度の低さを示していると思うのだ。医療施設という専門性の高い場所だからこそ、外部から実態をつかみにくいという壁もあったのかもしれないわね。メディアの報道も逮捕後に集中していて、事件発生から2年間は大きな注目を集めなかったのだ。社会的な圧力が早期にかかっていれば摘発はもっと早まった可能性があると僕は思うのだ。被害者遺族が真実にたどり着くまでに何年もかかったことを考えると、報道の役割の重さを改めて感じるわ。行政、警察、メディアのどれか一つでも早く機能していれば200枚以上の偽診断書がここまで積み上がることはなかったはずなのだ。複数の監視機能が同時に機能不全を起こしていたことがこの事件の本質的な問題だと僕は思うのだ。3つの歯止めが全部外れてしまっていたのね。どれか一つでも働いていればと思うとやりきれないわ。僕はやっぱりこの病院が長年摘発されなかった最大の原因は、制度の欠陥と監視する側の当事者意識の欠如が重なった構造的な失敗だったと思うのだ。個人の悪意だけでなく社会全体がこの犯罪を見逃し続けた責任があるのだ。私も同じ見方をしてるわ。病院の中だけでなく、それを取り巻く全ての仕組みが問い直されなければ同じ悲劇はまた起きてしまうのよね。というわけで今回は青森県八戸市の道のく記念病院で起きた患者殺害隠蔽事件と組織的な偽診断書問題を解説したのだ。
どうだったメタン？これほど多くの歯止めが同時に機能しなかった事件は私も初めて聞いたわ。仮説でも話したように制度の欠陥と当事者意識の欠如が重なった結果だと思うと、怒りと無力感が同時に押し寄せてくるのよね。そして何より真実を知らされないまま肺炎という距離の死因を受け取り、長い時間をかけてようやく真相にたどり着いた高橋誠悦さんのご遺族のことを僕たちは忘れてはいけないのだ。高橋さんのご冥福を心からお祈りするわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。